皆さんこんにちは、五野辺美希です。前回の動画は原稿を持つ方に向けて自信がありそうに見える方法というのをお伝えしたんですけれども、私は原稿を持たずに話したいんですというご相談もよくいただきますね。なので今回はですね、原稿を持たずに人前で喋る、スピーチする、プレゼンする、発表するという方法をご紹介していきます。で、まずお伝えしたいことなんですけれども、原稿を持たずに人前で喋る。このために原稿を丸暗記して、それを何度も何度も繰り返す特訓をする。これはお勧めしておりません。はい。なんでかっていうとですね、これ丸暗記してしまうとですね、ワンフレーズ飛ぶと全部飛ぶんですね。その後何を言おうとしてたのかもう全部わかんなくなる。これ事例としてはずいぶん前のことにはなるんですけれども、とある企業が新体制を発表するという時の発表の会見を取材したことがありまして、で形式がスティーブ・ジョブズさんみたいなアップルの新作発表会みたいな感じだったんですね。両手フリー、後ろに大きなスクリーンで、喋りに合わせてスクリーンが動いていく。でその形式はスティーブ・ジョブズさんだったんですけれども、話し方は暗唱だったんですね。お客さんを見るんじゃなくて、どこか一点を見つめて、ここで私たちが行っている SDGs の取り組みをご紹介します。こんな感じですかね。でその暗唱で3分の2ぐらいまでかな進んでいたところで止まってしまったんですね。突然みたいな感じで無音の時間が流れまして、でしばらくしてからスーツの胸ポケットからちっちゃいメモを出してですね、そうだみたいな感じで続きを読まれていたということが、ずいぶん昔の話ですけれどもありまして、これ今だったらモニター作ってそのモニターにカンペを出せばいいっていうかそれだけなんですけれども、それがね悪いっていうことではないんですけれども、まず前提としてですね、スピーチで原稿を持つのは恥ずかしいことじゃないです。はい。ニュースを読むアナウンサー全員原稿を持ってます。大きな会場で司会をする私も必ず原稿を持っていきます。流れが頭に入っていても原稿を持っていきます。飛んだら怖いからです。でこの原稿を持っててプロ意識が足りないとか持ってて変だって言われたことないですね。で原稿を持ってて変な時っていうのは、例えば演劇の舞台だとか漫才だとかコントだとか、そういうお客さんを感動させようとか笑わせようっていう時に原稿を持ってると、視覚的にそれが気になりますので、変ですね。で、人前で喋るっていうのは笑わせようっていうんじゃなくて、分かりやすく伝わるように伝えるっていうのが一番大事なので、原稿を持ってるっていうのは恥ずかしいことじゃないですね。でスティーブ・ジョブズさん、アップルの発表会の時は原稿持ってないですけれども、大学で卒業生に対してスピーチするっていう時は原稿を持たれてました。で、原稿を持たずに丸暗記したことを暗唱する。私がこれまでお伝えしたことは何々でありますみたいな感じになる方が、見ててちょっと切ない気持ちになりますね。丸暗記なのか丸暗記じゃないのかっていうのはプロじゃなくても分かるので、丸暗記じゃないスピーチをしたいなと。で、丸暗記じゃないスピーチで原稿を持たずに話したいという方もね、たくさんいらっしゃると思いますので、ここまで長くなってすみませんね。ここからは原稿を持たずに人前トークをする方法、3つのコツをまとめています。スピーチトレーニング。原稿を持たずに人前でトークをするコツ、一気に3つご紹介します。その1、一言一句作らない。その2、エピソードだけ決めておく。その3、バッファーを残す。それぞれ詳しくご紹介します。原稿を持たずに人前トークをするコツその1、一言一句作らないですけれども、原稿を持たないとしても何らかの原稿は作ることになると思いますね。で、その原稿を作る時から一言一句作っちゃダメです。です、ます、でした、ました、こういった言葉は原稿に入れないで作りましょう。
原稿に入れてしまうと結局それを覚えることになってしまうので、例えば私が自己紹介をするってなったら、こういう感じでメモをする。で、このぐらいの箇条書きをもとに練習するんですね。皆さんこんにちは、五戸美希です。私もともと日本放送でアナウンサーをしておりまして、今はフリーアナウンサーとして活動しています。プライベートでは子供が2人おりまして、今2歳と0歳になります。こんな感じですね。スピーチトレーニング。原稿を持たずに人前トークをするコツその2です。エピソードだけ決めておく。何かスピーチをするという時は具体的な話欲しいですね。結婚式の友人代表挨拶とか、主賓のスピーチということであれば、新郎新婦と自分が食事をした話とか、新郎と何か一緒にやったプロジェクトの話とか、そう具体的な話欲しいですね。新年で乾杯の挨拶をするっていう時だったら、去年やってよかった出来事とか、そういったエピソードトーク入れたいですね。で、このエピソードトーク、何をするかっていうのは決める。いつどこで誰と何をしたのか、それはどうだったのか、これを一言一句じゃなくて箇条書きで作って練習したいですね。で、エピソードだけ決めておけば、エピソードごと丸ごと忘れるってことはまずないので、どんなエピソードにしようかなっていうことを決めておくのがおすすめです。スピーチトレーニング。原稿を持たずに人前トークをするコツその3、バッファを残す。これどういうことかと言いますと、細かいところは毎回変わっていいので、あえてその余白の部分を残しておくっていうことですね。例えば新郎新婦と食事に行ったという話を結婚式のスピーチでしたいというふうになったら、新郎新婦と食事っていうことだけメモに書いておいて、喋る練習をするときは、新郎新婦と食事をしました。新郎新婦と食事に行ったんですけれども、新郎新婦と食事に行ったんですね。これ何でもいいわけですね。で、ました。何々したんですけれども、何々したんですね。これ全部意味同じなので、毎回変わっていい。毎回変わるぐらいでちょうどいい。毎回アレンジするつもりで練習するぞということで、バッファを残しておきたいということです。じゃあですね、結婚式の友人代表挨拶で、新婦が花子ちゃんとしてこういう思い出話をするという箇条書きを用意しました。これで2パターンやってみたいと思います。まずパターン1です。私、花子ちゃんと高校の同級生でして、一番の思い出は修学旅行ですね。修学旅行は私人生初めて沖縄に行きまして、でもうすごく楽しみにしていたので、デジカメを持って行ったんですね。親のちょっと高いデジカメですね。でもう花子ちゃんとのツーショットとかももうたくさん撮って、海も撮って空も撮ってってやってたんですけれども、落として壊してしまったんですね。もう全然反応しなくなってしまって、ですごく落ち込んでいたんですけれども、花子ちゃんがもう励ましてくれて、で自分もデジカメじゃないけどカメラ持ってきてるから大丈夫みたいな感じで、すごく励ましてくれて、花子ちゃんのおかげで修学旅行を楽しめたっていうのが一番の思い出ですね。ではこれパターン2です。私の花子ちゃんとの思い出なんですけれども、一番は高校の修学旅行ですね。修学旅行の行き先は沖縄でした。もうこれがすごく私楽しみだったので、親にお願いしてデジカメを借りてですね、親のデジカメでちょっと高いやつですね。それでもうたくさん写真を撮りまして、で花子ちゃんとの写真もたくさん撮ったんですけれども、私それを落としてしまって壊れてしまったんですね。もう全然動かなくなってしまって、それまで撮った写真も見られなくて、でも本当に落ち込んでたんですけれども、その時一緒にいた花子ちゃんがもうすごく心強くて、もうデータは残ってるはずだと、もう絶対大丈夫だと、ここからの旅を楽しもうっていう感じでもうすごく励ましてくれてですね、もう今でもそれを思い出しますね。
はい、こんな感じですね。同じ箇条書きでもパターン1、パターン2、全然違う文字起こしすると同じ話だけれども全然違う。で、これでいいんですね。はい。原稿を持たずにスピーチするのであれば、バッファを残しておく。おすすめです。スピーチトレーニング。今日のまとめです。原稿を持ってスピーチするっていうのはまず恥ずかしいことじゃないです。で、原稿を持たずに行くって決めた時も丸暗記しちゃダメです。話すエピソードだけ決めておく。バッファ余白たくさん残しておく。普段練習する時から毎回アレンジする。そういうふうにすると本番で飛ばないのでおすすめです。このへみきのスピーチトレーニング、メルマガやっています。毎週ですね、基本的には毎週、メルマガ限定のラジオを配信していますので、ぜひご登録ください。動画の教材、人前で話すのが怖くなくなる話し方講座。こちら私が初めの方に知ってたらよかったなって思うようなことをギュギュギュッとまとめたものになりますので、ぜひチェックしてください。マンツーマンレッスン、グループレッスン中心のオンラインサロンというのもやっていますので、よろしければプラン一覧をご覧ください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。